おはようございます。桜井です。本日も暗号資産の最新ニュースを投資家目線でわかりやすくお届けしていきます。今日は注目ニュースが目白押しです。まず XRP がついに3ドルを突破し、24時間で約 6% 上昇しました。高騰の背景には、機関投資家の資金流入と圧倒的な取引量の増加があります。一方、同時コインは約 4% の下落、市場のボラティリティが急上昇しており、0.19 ドルのサポートラインを維持できるかが注目ポイントとなっています。そして暗号資産市場全体ではアメリカ証券取引委員会 SEC が歴史的な政策転換を発表。プロジェクトクリプトと名付けられたこのプロジェクトにより、今後多くの暗号資産が証券ではないと明確に位置づけられる見通しです。さらにブラックロックのビットコイン ETF に関しては、オプションの玉玉条件が10倍に拡大され、日本企業のメタプラネットが約 463BTC を新たに購入するなど、大口の動きも活発化しています。今回のこの動画では、XRP と同時の値動きとテクニカルの注目ポイント、そしてビットコイン、イーサリアムを含めた暗号資産市場全体の流れまで3つのパートで詳しく解説をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず XRP です。XRP はこの24時間で最大 6% 上昇し、一時3ドル3セントを記録しました。その後、利益確定の売りも入って、最終的には3ドルちょうどで取引を終えています。上昇の背景には、機関投資家からの強い資金流入とテクニカル的なブレイクアウトがあったと分析されています。また、取引高も24時間平均の約2倍に急増し、1億1000万件以上に達したという報道もあります。現在のサポートラインは2ドル82セント、レジスタンスは3ドル3セントです。ここを明確に超えてくれば、次のターゲットとしては3ドル7セントから3ドル10セントあたりが視野に入ってくるという見方もあります。次に同時コインです。同時は24時間で約 4% 下落し、20セントから19セントまで調整しています。グローバル経済の不透明感や FRB の金利政策に対する警戒感、そして世界的な貿易摩擦の激化などがリスク資産全体に影響を与えています。取引高は一時5億ドル台から9億ドル超に急増していて、市場では高い確信度の売り抜けや一部の投資家による買い戻しの動きも見られました。現在の同時コインは20セント付近に強い抵抗があり、反発のたびに押し戻される展開が続いています。一方で19セントから 18.8 セント付近にはサポートがあり、このラインを維持できるかどうかが今後の短期的なトレンドに大きく影響しそうです。XRP と同時コインはいずれも個人投資家だけではなく、機関の動きが加わることで、急な上昇や下落が起こりやすい銘柄です。値動きの激しさはチャンスでもありますが、短期的にはテクニカルラインの攻防に注目しておくことが重要です。続いてはビットコインやイーサリアムを含む暗号資産全体の注目トピックを見ていきます。まずはアメリカ証券取引委員会 SEC の動きです。SEC は新たな規制緩和策プロジェクトクリプトを発表しました。このプロジェクトでは、これまで証券とみなされていた多くの暗号資産に対して、ほとんどは証券ではないという新たな立場を取ると明言しています。さらにオフチェーンからオンチェーン、つまりブロックチェーンベースの金融市場への移行を支援し、スーパーアプリの普及も後押しする方針です。これにより今後の暗号資産市場において規制の不透明さが解消され、より多くの機関投資家や大企業が参入しやすくなると見られています。次に ETF に関する大きなニュースです。SEC はブラックロックが提供するビットコイン ETF、通称 IBIT などのオプション玉玉条件を従来の2万5000件から25万件へと10倍に引き上げました。これはビットコイン市場への流動性の拡大を意味するだけではなく、オプション取引を通じた価格の安定化や現物ビットコインへの需要増加にもつながる可能性があります。
また、日本からも注目すべき動きが出ています。東京証券取引所に上場しているメタプラネットが8月4日におよそ8億円、日本円で約54ミリオンドル相当のビットコインを新たに購入しました。これにより、同社の保有量は17,595BTC で、ドル換算で約17億8000万ドルに到達しています。日本の企業がまるでマイクロストラテジーのようなビットコイン戦略をとっていることに、世界中の投資家が注目しています。イーサリアムに関しても強い資金流入が続いています。7月3日から22日までのわずか20日間で、イーサリアム現物 ETF には約84億円相当、ドル換算で 5.38 ビリオンドルが資金流入し、累計では97億ドルに到達しました。そのうちブラックロックの ETF が全体の 78% を占めています。また、イーサリアムのステーキングネットワークでは68万4000イーサが出金待ちとなる一方で、約25万9000イーサが新たにステーキング待機に入っていて、価格急騰後の利益確定と新規需要の力がせめぎ合っている状況です。このように XRP や同時だけではなくビットコインやイーサリアムにも大きな動きがあり、世界中の市場関係者がその行方を注視しています。はい、ということでここまで XRP と同時コインの値動き、そして暗号資産市場全体の大きなトピックについて見てきました。最後に今後の注目ポイントを整理して締めくくりたいと思います。まず XRP です。現在の注目ラインはレジスタンスの3ドル3セントとサポートの2ドル97セントから2ドル92セント、今後3ドル3セントを明確に上抜けすることができれば、さらに大きな上昇トレンドにつながる可能性があります。一方で2ドル台後半を割り込むようなことがあれば、短期的な調整局面に入る可能性もありますので注意が必要です。次に同時コインです。同時は現在19セントから 18.8 セントのサポートラインを維持できるかどうかっていうのが鍵になっています。20セントを超えてくることができれば、一時的な下落からの反発の兆しと捉えることもできますが、現時点ではまだ不安定な値動きが続いています。そして暗号資産市場全体としては、SEC のプロジェクトクリプトによる規制緩和、ビットコイン ETF の拡大、メタプラネットのような企業の参入、イーサリアムへの資金流入といった複数のポジティブ材料が重なっています。これらは短期的な価格変動に影響を与えるだけではなく、中長期的な市場の成長期待を高める要因としても注目されています。今後のポイントとしては、XRP は3ドル3セントの突破に注目です。同時は19セントのサポート維持が重要になってきます。市場全体としては ETF のフローや規制緩和の進展、これが継続するかどうかっていうのが鍵になります。こういったテクニカルのラインとファンダメンタル要因の両方を意識しながら市場を見ていくことが重要だと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資が主流になると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の公式 LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、興味のある方は LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからないって方もね、いらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法だったり、ステーキングの方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。